どうも、ラーメンロタスのゲイシーです。今回は厨房潜入シリーズで静岡市のラーメン阿部津餃子屋に密着取材します。ラーメン職人の朝の仕込み風景を公開します。では、どうぞ。失礼します。はい、うわすごい。ここはですね、餃子屋です。あ、ここは餃子屋さん。はい。餃子屋。いつも来たら直線つけます。はい。阿部さんの YouTube 誰が撮ってるんですかこれ？あ、僕友達が撮ってるんですよ。同級生が。友達が編集してくれてる。あ、そうですそうです。あ、これ昨日の地震どうしたのかな。ああ、なるほ昨日ど。あったっすよね。ありましたね。よし。やっぱりスープの添加の時間が僕は早いんで、ああ、はい。なんか結構早く来ないと。うわ、すごいなこれ。いや、こうなってる。あ、ここがスープ室というか仕込み室か。これ丸鶏っすよ。あ、はい。これもう前日から水張ってるんですよ。はい。あ、そうなんですね。はい。へえ。もう簡単にサクッと火つけるだけみたいな。あで前日から血抜きして、はい。でこいつはおろし用の煮干しです。おろし用。あ、スーパーのね。はいはいはい。営業用は向こうで作るんですよ。だからこれ日によって量が変わってきます。はい。これに鶏も入れます、後で。あ、後で。はい。後でっていうか今から入れます。あ、今から。はい。すげえ。で一応その前にはい。向こうを添加します。はい。おお。これも水だけ入ってるんですよ。はいはい。これは塩とか醤油ラーメンの中華スープです。はいはい。はい。前回ですね。前回。移転前のは別が配置はなんかこの辺は同じ感じ。そうですね。阿部津こんな感じで、はい、でラカンはちょっとこの字型に動けるようにしたんですね。はいはい。でやっぱ一直線がいいなと思って。ああ、なるほど。はい。それが広くなった感じ。あ、そうそうそう。広いな。広いですよ。めっちゃ。ここのスープ室がいいっすね。ああ。やべえな。アベズカンパニーだな。すごいなこれ。よいしょ。はい。これ丸鶏です。丸鶏スープ。はい。あ、こっちからも来れるのか。ちょっと固まってるんで、はい。温めてからあ、こんなんですね。はい。とりあえず。とりあえず、はい。まず来て。そうですそうです。はい。でスープ関係は次社員が来たらはい掃除してどんどん入れていくって感じです。はいとりあえずここは鶏ガラなんですよ。はい。今日は30キロですよ。はい。であと名古屋コーチのローチとか、はい。普通のブロイラーのローチとか、はい。あともみじとかはい。が入ります。丸鶏ラーメン。はい前日から水で血抜きではい。洗って入れるって感じです。そうですね。はいカチカチじゃないですか。はい。だからと血抜きとはいって感じですね。中のなんかこう取るやつもあるんですかこれ？あ、取りますよ。これもあ、そうか。この血合いを取る。そうですそうです。そしていくら。はい、そうです。了解です。これなかなかすげえです。これなんですか？これははい。水吸って冷たい水がこっちから出てくるんですよ。はいはい。だからスープ冷やすとめっちゃ早いです。へえ。はい。そんな機械があるのか。そうです。
他のやつはあるんですよ。もうシンクと一体化になってて、はいはい。冷水が出るってやつがあるんですけど、でこれ安いっすよ。10万ちょっとでこれできるんですね。10万ちょっと。はい。これスープってどういう状態で入れてるんですか？あ、もう小寸胴でどんどん入れてます。あ、小寸胴で入れるんだ。はい。完成したやつをあ、そうですそうです。どのくらいのやつ？あ、全然このサイズ入れますよ。あ、このサイズ。はい。全部使わなくてもいいって感じ。あ、そうですね。満タンまで入れないんですよ。で、ちゃんと浸かるぐらい。あ、そうですそうです。が。余裕です余裕です。来ました。すごい。あ、おはようございます。あ、おはようございます、お兄さん。お久しぶりです。撮っちゃってますけど。よ本当ですか？ろしくお願いします。お願いします。今のんびりやりましょうか。あ、はい。追われながら仕込みするのがいいよね。なるほど。で、余裕を持ってくるわけです。だから労働改革はしますけど、はい。他の社員は遅く来させて、僕と兄だけははい。やっぱ変わらず早いです。はイラストが出た。これから出たよ。い。大体11時オープンまでどんな流れですか？流れですか？流れ。仕込みっすね。仕込み。はい。これはダスター系。そうですね。これ多分どこのラーメン屋もやりますよね。うちは、はい。うちの奥さんが洗濯してくれてる。それを持ってってるって感じ。はいはいはい。これどこ拭くやつですか？これは厨房の中です。あ、厨房の中。はい。まあ夜沸かしたりして、はい。その後つけておけばいい。ああ、なるほど。沸かして煮沸してるってことですそうですね。ね。お兄さん、これは何ですか？これは魚介だしです。魚介です。はい、魚介だし。魚介です。はい。はい。湯煎っすね。はい。最初湯煎で温めて。湯煎で温めてる。これ湯煎？湯煎利用して湯煎で温めて。そういうことか。はい。湯煎麺機が2つあるってことですね。あ、そうですそうです。6×6 64っすね。と4。英語室最高何玉とか入れるんですか？あ、でも4揚げがマックスです。あ、4揚げ4マックス。揚げ。あ、でも同じだったら5揚げでいっちゃいますけどね。はい。時間差でもう入れちゃうとかあるんですか？そういうことは。ラーメンの場合1分と30秒なんですよ。ああんま時間差っていうのはなるほど。きついっすね。めっちゃはい。茹で時間短いからそうですそうですそうです。回転いいっすね。はい。でも逆に30秒の麺だけだと逆に遅くなったりするんですよ。ああ、そうなんですね。はい。スープ入れるタイミングだとかいろいろ。あーはい。茹で時間で回転変わりますよ。そうですね。うちも二郎系の麺が4分で長かったんですよ。ああ、はいはいはい。2分の麺作ってもらって。ああ、4分は長いっすね。長い長い長いっすね。つけ麺の3分半で、はいまあギリって感じですね。ああ、それ以上は僕も待てないですね。回転早いのもそういうのあるんですね。あ、阿部早いですねさんは。麺メンマは昨日から水で塩抜いてるって感じですかね、これ。そうですね。メンマもずっと手作りなんですか？あ、手作りですね。僕もう買っちゃっていや、本当あれなんですよ。はい。何回かやっぱはいメンマ外注にしようかなと思って、うんレシピ渡してはい。作ってもらったりもしたことあるんですけど、はいはい。やっぱあれっすね。ダメっすね。自分がやるな。はい。すごいな、そのスープのそういうふうにこうやって運ぶんですね。これで。これ営業用の煮干しです。もう丸鶏と水出しした煮干しが混ざってる。基本的に前日からこう水出ししていく感じあ、ですか？そうですね、そうですね。この水出ししていく理由って何ですか？やっぱりあれじゃないですか、僕の中でその、はい、旨味が出るというか、はい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 。違います。西さんとかあれですよ、煮出しですもんね。そうですね。巻いてるとこにいいですもんね。巻く前ですか？うちの場合は鶏ガラだけ炊いちゃうんですよ、はいはいはい前日に。はいはいはい。でそこを置いといて、はいである程度冷えたところから煮干し入れて、って感じ。ラカンでやってたはいスープのやり方、はい今やってないんですけど、はいはいそれがでやってないやり方してて、へえ鶏スープをはい正直23時間だけっすね。はいもうでゼラチン質も入れないでスープ固まらないようにしてあえはいて、で冷えたとこに煮干昆布とかしいたけとかはいつけて、次の日ただこすだけみたいな、はい。
火入れしないみたいな、はいそれが結構チンタンでうまみを詰めるにははいあれですね。おはようございます。お願いします。ロタスヤングファンス。あ、本当ですか。あ、よろしくお願いします。あ、ありがとうございます。あ、わさびあれ鶏を煮干しに入れてもらいたい。イケメン1ですね。イケメン1。はい。お名前は後藤正臣です。後藤正雄。はいかっこいいな、名前が。正雄。富士宮出身で。富士宮出身。何時ぐらいに来るんですか。もう来るんですか。シャーリー。あ、だんだん来ますよ。だんだん来ます。今時計止まってますね。あ、時計止まってる。あれ週1でやらないと止まっちゃうんですよ。あ、そう。7時ぐらいには。そうですね。はい。イケメンにイケメンさんもそろそろ来ますよ。え、イケメンさん。イケメン2と。あ、イケメンに、あ、イケメンにとね、イケメンさんね。はい。あれ、シャイさん。あ、おはようございます。アルバイトです。あ、アルバイトスタッフ4さん。月入ったアルバイトで、今日は芸人さんに会いたいということで、会いに来ました。あ、ありがとうございます。彼は、将来茨城ではい。自分のお店を持ちたいと。へー今は大学生なんですけど、はいはい。で卒業したら働かせてくださいって言ってきて、はい。はい、一応その枠を考えながら、そうですね、あと1年。今、次4年なんで、はい。大学生で。そうです。へえ。で、あ、別に就職するんですね。なんかもうするって言ってすげえ言ってますよ。僕まだいいって言ってないですけど。でも、すごいやる気があるんで、はい。本当枠は用意してます。これメンマの味付けですね。あと隣はメンマのボイルしてボイルしたやつ入れてるんですか。あ、そうです。これはもう2回一応ボイルします。2回ボイルしたやつをはい次の日味付けで、でまあでしてもう1回ボイルしてもう1回今日ボイルして、はい明日味付けって感じで、あ、明日茹でるよ。明日味付けですね。あ、そうなんですね。へえ。めっちゃ手間かかってますね。あ、本当ですか。え、ボイルしてでまたすごいな。そうなんですね。2回もボイルして。はい。でこれ味付け終わったらまたやっぱ移してまた新しいメンマを今日ボイルして、1日これぐらいの量はい。出るぐらいなはい。サイクルでやってます。はい。この秘伝のタレで。味付け丸鶏のセット、はい。味噌と醤油、みりん、料理酒でやってます。味噌も入ってるんですね。味噌も入ってます。ちょっとなじませといて、はい。あとは時々こう混ぜながらはいやってます。そのラーメンによって、はい白ネギとはい。万ネギですか、はい。分けて使って、はい。切り方とかははい。僕のなんか気分っていうか、はい。この切り方が飽きたらはい別の切り方するみたいな、あ、そうなんでそんな感じです、へー最近こうやって半分に割ってはい。やってから。あ、そうですそうです。半分に割んない時もあった。ありますあります、はい。割んない時はもうめっちゃ細かく切ってました。あ、もうこれ超薄く切ってふわふわになるような切り方したり、はい。まあいろいろっすね。ウェルチャンネルでもネギ切ってましたね。そうですね。社長の仕事ですか。あ、そうです。僕の仕事ですこれね。あ、そうなんですか。はい。へえ。僕これやりながらいつも心を落ち着かしてるんですよ。そうなんだ。そうなんですね。で中華スープにはい。ネギ頭とか使うんですよ。あ、はい。はい。緑の部分はい。こうネギ頭入れるタイミングとは。はい。取り出すタイミングで、はい。結構スープの香りがはい全然変わってくるんで、なるほど。はい。そこはかなり注意しますよ。ははい。ポイントはすごい。押さえて、はい何本入れるかとか、はいはい。その見た目によって、はい。見た目で変えるんだ。見た目で変えてますね。大きさとかへえ。香りが全然違うんですか。違うっすね。途中に煮干しとかソーダとかサバ節とかも入れるんですけど、はい。これも入れ方とかタイミングはい。でかなり変わってくるんで、はい。はい。バッチリ押さえてください今日。そこ。了解です。それってこのスープ。そうです。このスーはいプだよね。はい。お醤油とか塩とか。そうですね。はい。この油なんですか。これは煮干し油つけてますこれで。へえ。はい。鶏皮。
川チキって呼んでるんですけど、鶏がベースのところに煮干して投入するんですね。そうです。はい。この油は何のラーメンに入ってるんです煮干しラーメンだけですね。か？はい。で中華スープに浮いた油は塩醤油で、向こうでやってる丸鶏は丸鶏です。アベスブラックにも使ってますね、血は。丸鶏の。はいはい。でスープによって油を変えてる。変えてますね。醤油と塩はどういう油ですか？もう中華スープ作った浮いた油ですね。浮いた油で浮いた油にこういう香りをつけるのが一番大事なポイントだなと思って、はいだから節の入れ方が大事ですね。はいはい。丸鶏に関しては油は丸鶏の浮いた油ってことですか？そうですよ。丸鶏スープは鶏のみですか？そうです、鶏だけですね。なるほど。そういうことか。はい。じゃあ基本的にはスープの自分自身の油をそうですそうですそうです。中に入れるってことですね。はい、そうです。はい。で煮干しだけ新たに香味油を作ってるっていう意味です。はい。これがもう下処理終わった鶏ガラ。そうですね。はい。はい。赤鶏の長ネギです。そうですか。赤鶏です。スープに豚とかげんこつとかは入ってないですか？豚チャーシューで使う肉を一応ここに入れて、ボイルなるほど。してそれぐらいです。肉の旨味をチャーシューをスープで煮てるってことですね。これ毎日作ってますか？スープは。そうですね、毎日やってます。毎日。ここにチャーシュー用の肉煮るじゃないですか。それで足りなくなるとかないですか？チャーシューが。チャーシューはそうですね、足りなくならないようにもうちょうどいいように。一応残るぐらいを見越してやってますけど、なるほど。それ合わせてるわけですね。はい。ありがとうございます。スープにげんこつとか入れてる時もあったんですか？そうですね。手柄入れる時がありましたね。あった。そういうのはもうやめ。もうやめちゃいましたね。やっていく中でない方がいいっていう判断ですか？なんすかね。あんま考えてなかったです。単純にそうですね、ない方がいいかなと思ったんですけど、そう本当にちょいちょいいろんなことやって、これはいらないなとか、これやった方がいいなっていうのは結構やっぱありますね。入っていくわけですね。うちの店長の友が阿部津のラーメンめっちゃ好きなんで。本当ですか？この前来ましたね。わかりました。僕があれロタスの人じゃないって言ったら、いや似てるけど違うとか言うんですよ。じゃあ違うんだと思ってずっと阿部津に厨房潜入してって言ってたんですよ。マジですか？もうスープの作り方知りたいってそれっす。これっすね。それっす。本当入れるとかやってることは大丈夫ないですけど、さっき言ったネギのタイミング、節のタイミング、入れ方、そこなんですね。ポイントはそこっす。そこをちゃんと押さえていく。もう全然変わりますもん。芸人さんで今日撮ってほしいなっていうのが1個あるんで、こっちです。向こうですね。餃子の皮作りですね。さっきイケメン2が来たんで、イケメン2が餃子作ってるんですよ。餃子ですね。おはようたいさん。ちょっといいかな。おはようございます。いつも通りやりたいから。すみません。餃子の皮職人で。よろしくお願いします。太陽って言います。太陽さんですね。見ました。見ました。YouTube 見てます。太陽は本当に餃子の皮作るのうまいですね。うまいですね。すごい。これ何してるんですか？今粉測ってます。測ってるところですね。毎日作る量違うんですよ。だからそれに応じた重さですか。
中華スープにはいこれからチャーシュー入れるんですよ。はいはい、あ、はいはいまあともくんのために。はいあ、はいまず赤ぐらいなんではいこれを落とします。はい落としてしまってスープの中にあ、なるほどはいあとはこれをまあ4等分にこれが全部入れ終わった後にそれ入れてはいこれ今全部入れる感じですよね。そうですねまあ大体1日これ4枚分ぐらいあ、1日4枚分はいまあ土日で5枚とかはい多い時6枚使ったりはいありますかなり肉の旨味もそうですね入ってますね。はいスープの中でどのくらい煮るんですか、肉は。大体まあ2時間半ぐらい2時間半ぐらい。はいやりすぎちゃうとやっぱボロボロになっちゃうんですはい早いとやっぱ硬いんではいまあそれぐらいタイミング触ってみたらはい抜いてからの味付けってどういう感じですか。いつからですかまあ味付けそうですねまあ醤油と、はい砂糖あとみりん料理酒はいを、まあ溶かして沸かして、はいその中で煮る感じ。そうですねあ、はいで煮終わったら完成ですか。煮終わったら取り出して、はい1日冷やしてで次の日に土込んで表面を焼いてあ、そうですねなるほど。まあ表面にタレをつけて焼いてそれで完成ですじゃあこれは明日使う。そうですね明日というか明後日ぐらいになります明後日ぐらい。はい表面を土込んで焼くっていうのはどのくらいですか、時間は。大体、5分ぐらいあ、5分ぐらい。ああ、なるほど。結構高い温度で高い温度で。はい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 。そういうことしてるんですね。はいあ、おはようございます。おはようございますおはようございます。すごい。名前はマッチーが。あ、そうです。もちそうですよね。YouTube にマッチあ、ー。丸取り担当のです。あ、あるそうですよね。はいそうですよね。すごい。はい、ありがとうございます。いやー、結構うまみ入りますね。そうですねめっちゃ水に対しても量がすごい。あとこれに沸騰して沸いたらまあネギとか、はい生姜にんにくはいの野菜入れて、はい最後に煮干し蒸し系ですね蒸し系を心落ち着きますか。つけますよ。もう各自やることが決まってんですね。そうですね。でこの中で、はい僕ら出社が早すぎるんで、はいはい。どうやってクオリティを落とさず遅い出社にしていこうか。はいはいはい。そこが課題っすね。労働環境の。そうですね。はい。今月に休みは何日ですか。今は今月はあれなんですよね。多いですよ。春休みなんで3連休取るんですよ。毎回して。はいはい。で基本はなければ6とかそのもんですね。月6。はい。まあ移転してからですけど、はい。やっぱ移転前みたいに週休2日に戻したいですよ。移転前は週休2日。あ、そうです。完全月火休みで。月会はい。また戻すのが今日って感じですか。はいはいはい。夜は何時までですか。夜はみんな昨日はまあ8時半から9時ぐらいの間に帰る感じ。あ、そうなんですね。じゃあ閉店後は割と早く上がる。あ、ありがとうございます。そういう仕組みなんですね。はい。朝早くて。そうですね。じゃあ閉店後1時間ぐらいでも上がれるんですね。上がれますね。片付けやってって感じ。はいはいはい。それはいいっすよね。結構片付け職人が何人かいる。もしチャーシューやるとき言って、あ、チャーシューすごい、やっぱイケメンがめっちゃいる。はい。はい。あ、チャーシューやります。はい。
あ、ここいいですね。情報は大丈夫ですか？大丈夫じゃないですか。大丈夫です。270。タイマーははい最初はつけてなかったんですけど、はいとりあえず2回に分けて今やってるんで、はい。とりあえずこのぐらいがちょうどいいんで5分30分。あ、なるほど。正確なあれは特にはいこれスープで煮て、タレで煮て。朝スープの中に入ってて、そこからこっちに入れて、はい。ボイルしてボイルして。で1日寝かしてあ、寝かしたやつ。でこのタレを塗ってあ、今塗ったんですね。1日置きますでこれラップして冷蔵庫に置いてあったってやつですか？あ、そうですああ、でこう朝取ってはい今取ってああ、なるほど。これ焼いてからはずっともう常温ですか？焼いてからもう焼いてからまた焼いたらどうするん焼いた後冷ましてからこんな感じでラップしてですか？あ、なるほど。はい保存しておきますで使う分だけ出しながら使っていく。あ、はいはい。ギリギリになっちゃった時はもう出してからすぐ焼いたりしますけど、あ、はいはい。それ基本的には結構本当高温で焼きますね。結構高温ではい少ない時間。これ普通にこれで焼かずに食べるのと全然違いますかね？あ、食べたことない食べたことない。この焼くのがもうそうね基本なんですね。中の時の、はいそのレアチャーシューも、はい。最後焼いててあ、そうなんですね。 300度で焼いてたんですよはいはいはい。レアチャー焼いた時は結構なんかやっぱ焼くのと焼かないので結構違う。違うっすねはいはい。ありますちゃんと余熱で270になってからってことですね。あ、そうっすはい。これなんですか？餃子のはい。具をやりますあ、具？餃子の具なんだ。はいへえ。春雨とマグロ春雨と丸鶏スープ。丸鶏です入ってるんですね。お米は朝何合炊くんですか？朝とりあえずもうずっと営業前まではい。炊きっぱなしって感じですこっちのあ、炊きっぱなし。保温器に移すあ、感じ移すまでね。あ、これで。なるほどね。チャーシューをはい煮たやつをはいまた超高温で5分半焼いてるじゃないですか。はいあれ全然変わりますか？あ、変わるっすねあれいいですね。はあれマジいいっすよい。はいなるほど。なんすかねうまいっすねいつからですか？アベズブラックっていうメニューを始めた時に、はいそのお肉使ってたんですよ、はいで移転後はもう完全にそれに切り替わったんですけど、はいただまあ移転後っすよあ、移転後そういうやり方に変えた。はい。はいはいはいそれまではあれを普通に煮たやつ。完全にそうですボイルして醤油で煮たはいやつですね、はい。最近変えたんですね。そうですあのやり方に。はいすごい。あとはなんか僕レアチャーそんなに好きじゃないんで、あ、なるほど。はい、今みんなやってますけどね、はい。レアチャー正直冷たい状態でこうローストビーフみたいな感じで食べるんだったら、はいすごいありだなって思います、はいはい。暖かい中だと。そうですね、はいまず端っこは、チャーシュー丼とか、あとは向こうの餃子でテイクアウトでチャーハンやってるんですけど、はいはいチャーハン用にチャーハン用でもあるんですね。はい、使ってますね端っこですね。チャーシュー丼もこれ2枚分ぐらい用意するんですけど、1日それぐらい出ちゃったりとかするんで、足りなくなったら追加で切ったりとか。足りなくなったらもうこれを切っちゃうって感じ。そうですね、ちゃんと測ってるんですか？最初のうちは測るんです一応でも毎日測るようにしてるんですね。あとは感覚で、あとは感覚でね大体20から25グラムの間で、それぐらいに合わせて、はい。これは昨日焼いたやつってことですか？あ、そうですね、はい、昨日の朝ですね。はい。昨日の朝焼いて、またサムタイに寝かして、で、今日本日
使うということですそうですね。1日そのさっき入れた4枚分、まあ1日でまあそうですね、使い切るかちょっと残るかっていう感じで、土日だとこれだとちょっと足りないんですよ、はいはい4枚分だと、はいまあだから5枚煮込んだりしますね。これ何のタレですか？チャーシュー丼のご飯にかけるタレです。ご飯のタレ結構大量に作るんですね。大量に。あとチャーシュー焼くときに塗る。あ、なるほど。で、それに使ってるんで結構使うっすね。はいはいはい。これなんですか？これは営業用とかはいで使うニンニクを剥いてます。営業用にニンニク使うんですか？あ、使います使います。何？限定 C の豚そばにこれ一回プロセッサーかけるんですよ、見てから、それを入れるの使います。この後作る麻婆豆腐とかにも野菜炒めとかにも使いはいはい。ます。豚そばって阿部さんの二郎系とか違います？まあ二郎系みたいなもんです。みたいなもの。はいはい。めっちゃ気になるんだよな。無課長ですもんね。無課長こう二郎系みたいな。結構シンプルな感じです。はい。チャーシューを持ってその茹でたものをしバーッ乗っけてくる。はいで背脂かけてみたいな。ベースのスープは何ですか？ベースのスープ中華です。あ、中華の。中華ですあれ？あれか。あ、そうですそうです。一番奥を中華って言ってるんですね。はい。なるほど。タレは？タレは豚さんのタレって何でしたっけ？普通のあれですよ、醤油中華の醤油ラーメンとかと一緒？一緒です。はいはい丸鶏も一緒ですね。はい。タレは一緒なんですね。一緒です。甘みとかないですね。砂糖も入れてないってことですか？砂糖入れてないです。二郎系なんですか？阿部ちゃんの一応。どういう感じの位置？二郎とは別に僕思ってないんですよ。あ、持ってない。ただ単純に別の豚そばっていう。あ、スープのあ、そうですそうです。中華スープのそうですね。香味野菜来ました。生姜だけはグラム測りますちゃんと。あ、そうなんですね。はい。生姜重要なんですね。生姜違いますね。この中華スープ出来高どんくらいですか？何し？ですね。いや、スタートのリットルだっけ？56リットル。56リットル。まあほぼ一緒です。あ、完成も。はい、一緒です。56。いやー、勉強になりますね。いやいやいや56に対してこのくらいの野菜ですね。ああ、そうですね。玉ねぎ4個。 4個、はい。はい。で、ネギ頭4本ぐらいです。 4本で。はい。ニンニクが2房。生姜が 170g ぐらいですね。 170？はい。なるほど。割とロダスと近いですね。あ、本当ですか？醤油の。煮干しが何グラムだっけ？煮干しが1リッターに対してはい、そう言っちゃうんです。いいですね。ありがとうございます。はい、1リッターに対してまあ10グラムずつ10グラム1リッターに対して10グラムあ、1リッターに対して10グラムね。まあ2種類これあるんですけど、はいはい10入れてはいはい。はい入れてます。で、牛も牛も1体に対して10。中華。うまあ中華なんで肉も鶏もん。うん。野菜もうん入るんで、はい煮干しラーメンに比べたら全然低い割合です。そうですね。はい中華っていう表現してるのもいいですね。日本のスープを中華。で、これ沸騰してから入れるじゃないですか、香味野菜を。はい。で、これどのくらいの時間なんですか？ 9時くらいに入れるんじゃないですかね。あ、もっと前かに。野菜系はまあ8時半とかそうします。8時半で、そのくらい入れて抜くタイミングは何分ぐらい？抜くタイミングがですね、ネギ頭だけ、はい。チャーシューと同じぐらいのタイミングで抜くんですよ。ああとはそのまま放置です。あ、そのまま放置。はい、放置。なるほど。で、このネギを抜くタイミング重要なんですよ。重要ですね。最後まで入ってるとネギ臭がかなり。まあ、スープに香りをつけるっていうよりは油に香りをつけるってイメージで作ってますね。この野菜は。イメージは、はい。味節、ムラ味はい。をこう、まあ最後の仕上げのちょい前にバーッと入れるんですよ。はい。煮干しの臭み消しがほとんど持ってるんですよ。煮干しの臭み消しのために武士を入れるんですか？はい。新しい。そういうのがあるんですね。そうですね。花ガツオとかも入れたこともあるんですけど、はいはい。今はこれですね。煮干しラーメンのスープは動物系も入ってます。入ってます。丸鶏も入ってはいる。。水2に対して丸鶏1ですね。あ、なるほど。はい。仕上げで武士系を入れるんだ。ここから今から叩くんですけど、はい。
今日ちょっと火が弱かったですね。はいまだちょっと昆布早いですね。はいこれ煮干しと他に昆布と昆布と椎茸ですね。あ椎茸があって、このベースはたけちゃん煮干しラーメン。あ、もう竹煮もじゃないですね。あ全然違うやり方で、独自のはい300回ぐらい叩きます。 300回はい300叩くはいえこれどういう意味ですまあ、煮干しのなんかギラギラ感ですか。か？はいギラギラ感やってますこれで。ギラギラ感を出す、はい、ギラギラ感出します。こうやった時にまだギラギラしてないんですよ。はいはいへえあ、やってないですね。やってないですよね。ギラギラ感出すとどうなるんですか？やっぱ煮干し食べてるなって感じが。になる。はいはいはああなるほどね。い。ちょっと早いですけど取っちゃいます。で基本的にはスープは中華スープと煮干しとはい。丸鶏とか、あとは魚介スープです。あとブラックのスープ。結構はい鶏白湯もありますよ。栗白湯も鶏白湯も。鶏白湯昨日作ったんで今日は作んないです。栗白湯は中華のスープの鶏ガラの2番だし。こいつです。丸鶏。あ丸鶏のこと。はい。さあそっか丸鶏の。叩くじゃないですか。はい叩くのもこの温度のまあまあ低い時から正直叩き始めて、はい仕上げのタイミングで叩くとちょっと、なんですかね、なんかちょっと違うんですよ僕の中で。はいはい早い段階で僕叩いてます。で仕上げまでに約300回ぐらいは。 300回だんだんこのギラギラ感が出てくるんですよね。さっきよりは出てるんですよ、すごい。はい、ちょっと味が変わるんでそうっすね。いいっすね。す。いいっすいいっす、はい、いいっすね。このやり方もいつからある時からあ、結構最初からっすねこれは。これ最初からはい。でなんか今日はあれだなと思ったらちょっとチー油入れちゃったりもするんですよ。ギラギラ感が結構出てきたっすね。あ出てきましたはい。もう本当網じゃこしきれないギラギラ感をいっぱい出したいって感じです。